同じ感じがパワーで提供までの分析ができたらと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、キック力と決定力、どっちの方が入るのか分析やっていきたいなと思います。いやー、トッティ来ちゃいましたね。ということで今回ですね、この男でですね、どんどん決めていっちゃおう、そんな動画になっております。で、実際ウィフト24になってですね、シュートが入りやすくなった、そんな環境下でですね、どっちの方が大切なんだというところをやっていきたいなと思います。皆さんもですね、ぜひ予想しながら見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてこの動画が少しでもね、参考になればですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると、すごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。まずは検証方法からやっていきます。検証方法、ゴールキックをカットしてから打っていきます。長射普通で固定をしてありますという形ですね。で、以前ですね、カーン分析の時にやった距離よりはですね、遠くから、そしてファーサイドに蹴っていきたいなと。前回入りすぎたのでね、ここで調整していきたいなと思います。キーパーはマルちゃんを使っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、初期値というか、85に揃えてきたところですがね、キック力2だけ上げてきてますね。85でもだいぶ高いのでね、実際そこまで今回の検証で差が出るのかってとこも気になるところではあるんですが、いいシュート打つ。はいはい、いいですね。はい、見ていただきました。結構入らないこと多いかな。印象としては。でも検証としてはいい塩梅かもしれないですね。これぐらいの距離の方がいいかもしれないですね。ちょいちょいいいシュートも見られましたね。ゴールキーパーにね、結構弾かれるシーンも目立ったかな。ちょっと85でこの距離だとこれぐらい限界なのかもしれませんね。さあ次ですね、決定力101の突起を見ていきましょう。決定力がこの距離でね、どれだけ影響してくるのかも気になるところではありますが、はい、見ていただきました。なんかいいかなって思ったんですけど、案外そうでもない感じというかなんかシュートスピードはもちろん変わんないとは思うんですけどね、決定力101感とかそういう感じじゃないですよね。ちょっと遠すぎたりしてんのかな。あんまりこの距離とかになってくるとあんま関係なくなってきちゃうんですかね。なんとなくちょっと残念な感じですが、さあ決定力ダメだったのでキック力見ていきましょう。今作キック力はねだいぶ大事と言われておりますからね、どう変わっていくか。おうめっちゃ速い。はい、見ていただきました。いや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 、これは結構エグいんじゃないかな。もちろん外すこともあるはありましたね、でもね。だけど明らかに中とか違うのかな、そんな印象はありましたね。なんかやってた感じで言うと楽に入るっていうそんな印象はありましたね。決定力の時とかはこうシュートゲージとかかなり気にしてたんですけど、ここあんま気にしなくてもね入ってくれる、そんな印象でしたね。でちょっと見比べていきたいんですけど、下が決定力の方なんですけど、この同じゲージでもですね、この弾道が結構違うの分かりますかね。こういう感じで、これが、100% こうではないんですけどね、全然いい時このゲージでうまくいく時もあるんですが、違いが出てましたね。
で一旦データ見てみましょう。こちらです。なんか思ったより普通だったおかしいな。もうちょっと入った気がしたんだけどな。っていうかここどうした？ここ同じなんかい。いや今回ちなみにそれで40本前後ですね打ってきたデータになっております。枠には入れてたけど、あの距離だとゴールキーパーに止められやすかったんですかね。ちょっと力がないのかな。決定力はもうちょっと近くないとダメかもしれない。あとコンカとかね、そういう風が分かりやすいかもしれないですかね。で、キック力に関してはここは明らかに分かりやすかったですね。決定力は87とかあればもう全然十分なのかもしれないですかね。で、数値で言うと16上げて 15% 弱上がる、ギリ納得ですかね。もう少し上がってほしいんですけどねということで一旦結論、インフト24では力こそパワーとします。はい、ということで見ていただきました。キック力大事ですね。結局見た通りですかね。この距離で特にですね、この距離でこんだけ差が出るならつけておきたいかなって感じですかね。で、関係上のこと考えるとですね、宮打ちが結構入りやすいんですかね。どうなんだろう。またちょっとこれやりますね。で、キック力実際はですね、キック力前半ぐらいあればブーストかかったりとか考えたらいいのかなと思いましたね。で、ちなみにインパクトの場合とかってやっぱ気になりますかね。いりますかね。インパクトにするとね、基本的に上昇しちゃうので本来の差が分かりにくいんでちょっとやんなかったっていうの時間もなかったんですけどね。ですけど需要があればちょっとまたやりますかね。はい、のでコメントで教えていただければと思います。で、インパクトでやるならね、ちょっともうちょっと遠くからやりたいなとかそんな気もするので、その辺ももしあれば教えてください。で、あとパス精度は気になるよね。ちょっとキック力だけでどんぐらい変わるのかっていうのもちょっともう一回見ておきたいですね。ただちょっと時間がなくてですね、ごめんなさい、できなかったんですが、またやりたいなと思います。で、他にも何かですね、気になることがある方はですね、コメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いします。で、あとですね、101以上はあるのか問題っていうのがね、よくコメントいただくんですけど、私的にはなんですが、あんまりないかなと。101はさすがに101以上はないのかなと睨んでますね。前作もですね、99以上はなかったし、公式でもね、ブースターの説明の時にですね、通常のパラメーターの上限である99をってわざわざ言ってるので、ない気がするんですが、ちょっとコメント多いのでね、実際ちょっと今度やってみたいなと思いますので、気になる方はですね、高評価、チャンネル登録をして待っていただければと思います。はい、ということで皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画が少しでも良かったな、参考になったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。イフト24になってだいぶいいバランスでですね、すごく面白いゲームになりつつありますので、どんどん楽しんでいきましょう。その片隅にこのじゃがいもを置いといてくれると嬉しいです。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。